皆さん、ごきげんよう。上川かおりんや。今回は、前回お知らせした、モーション忍者について、うちの勘違いがあったき、お知らせしたい思う。間違い1、画像やテキストの挿入。モーション忍者に挿入した画像を、移動しようとしたり、コピーして同じ時間に重なったものを後ろにずらそうとすると、移動できんことに悩んだ。だけんどこれには、コツがあることが分かった。移動したい帯を一度軽くクリックして白枠アクティブにしてから、もう一度長押し0.5秒でクリックしてそのまま左右にずらしたら移動できることが分かった。タイムラインという表示が出てしまうと移動できん。タイムラインという表示が出る前に移動する必要があるんじゃ。分かりづれんちやモーション忍者さんよ。どうもレイヤーの移動をびっしり行う仕様のためにコガになったのかもしれんね。知らんけど。まあこれを発見するためにうちは24時間を無駄にしたぜよ。あれー、やっちまったな。間違いに日本語フォント。前回日本語フォントが見当たらんと言ったけんど、どうもうちの勘違いやった。フォントの表示がどれも ABC で分かりづらい。いくつかのフォントは変えても画面の日本語テキストが変化せん。ということから、日本語フォントに対応しちょらんのかと勘違いしてしもうたんけんど、チャイニーズのフォントにしたら、日本語でも明確にフォントが変わることが分かった。そしてよう見たら、他のフォントでも微妙に表示が変わっちょった。焼き日本語フォントがインストールされちょらんというがは間違いやった。まあうちは、これでもう満足したんけんど、他のフォントも使いたいという方のために、フォントのインストール方法をご紹介しちょく。好きなフォントを探せてインストールするというのが基本けんど、まとめてインストールするには、フォンタシーというアプリをおすすめする。フォンタシーは、Google フォント約600種類を閲覧、ダウンロードできるアプリや、アプリ内の日本語というタブから、お好きなフォントを選んで、iPhone の任意の場所にダウンロードできる。一個一個サイトから探せいてダウンロードするよりは、よっぽど楽じゃのう。まあ、もうその必要はなおなったけんど、わらわらわら。ということで懸案事項はなおなったき、モーション忍者に課金した回があるんじゃ。じっくり使うていきたい思う。以上や。